ソロンゴクラフトです。どうも。来ましたね。1.21.9。じゃあ早速、現在紹介やっていこう。まずは 1.21.9 で追加された新ブロックを紹介して、その後新ブロックを使った建築を紹介していきます。小物のデザインはなんと40種類以上。窓や玄関、街灯などの外装系、棚や椅子などの内装系など、こちらは動画の後半で解説するので、ぜひ最後まで見てってね。このチャンネルでは普段、サバイバルでこんな感じでおしゃれな建築しているよ。建築しながらいろんな解説もしているので、ぜひチャンネル登録をしていろんな動画見てみてね。それじゃ、まずは銅ブロックから見ていこう。いやー、グラデーションが綺麗だね。こちらが銅ゴーレムと銅チェスト。銅ゴーレムはそれぞれの銅ブロックの上にくり抜かれたかぼちゃを置くと、銅のチェストと一緒に召喚されます。あ、早速チェスト開けてる。かわいい。で、この子が今電池切れみたいになってるんだけど、銅ゴーレムたちは銅製品なので、従来の銅と一緒で時間経過で錆びていきます。そして最終段階まで錆びた時にゴーレムたちは銅像になります。今後ろに並べてる子たちが銅ゴーレムの銅像だね。じゃあまずは動いてる子たちから仕様を見てみようか。ここにチェストを置いて、銅ゴーレムたちは銅のチェストの中に物が入ってると、ここから普通のチェストに物を運ぼうとします。あ、運んでる。あ、なんか言ってるかな？アイテムを運ぶときになんか喋ってるね。これはかわいいなぁ。と、こんな感じで、銅チェストの中にアイテムがある限り、ずーっとここのね、チェストに物を運んでくれる仕様になっています。こんな感じでね、それぞれのチェストの中に入ってるアイテムを仕分けして入れてくれるので、自動仕分け新時代の到来って感じだね。そしてこの動かなくなった銅像くんは、斧を右クリックで錆が落ちていきます。あ、そう。新しく銅のツールも追加されてるみたい。あと剣とか斧とか防具、このあたりね。そして一番新品まで錆を落として、もう一回錆を落とすとゴーレムが復活します。そしてまた時間が経つと風化して錆びてって動かなくなってっていう繰り返しだね。この銅ゴーレムたちはね、ポーズが変えられるんだよね。ポーズは4種類あるので、飾る場所によって色々選べるね。銅ゴーレムたちの錆び止めは他の銅製品と同じくハニカムで錆び止めができます。あとチェストもそうだね。チェストも右クリックで錆び止め。銅のチェストは銅インゴット8個とチェスト1個で作ることができます。次の新アイテムはこちら。銅の松明、銅のフェンス、銅のチェーン、そして銅のランタン。このあたりもそれぞれの錆び段階で4色追加されてるね。この鉄格子はもちろん1本ずつも立てられるし、あと色が違ってもそれぞれのフェンスと繋がっていくので、あと今までのフェンスにも繋がることができるから、装飾の表現の幅が増えるね、これ。こんな感じで徐々に下の方が錆びていってる表現もできるということだね。こんな感じね。そしてチェーンも同じく色が違っても繋がることができるので、これも風化した表現とかやりたい時に便利かなと思います。そして銅のランタンなんだけど、これは新しく追加された銅塊と、あと石炭と棒で銅の松明を作ることができます。そして銅の松明から銅のランタンを作ることができます。銅のランタンは錆びても明るさレベルは変わらないみたい。特徴的なのはこの中の緑色の光だよね。今までのランタンとだいぶ雰囲気が違うから、建材の色によってこの銅ランタンとかは使い分けができそうだね。この辺とか微妙に他の色も混ざりつつの淡い雰囲気で、これいいよね。可愛いし使いやすそうだし。そして銅製品の最後、避雷針。この避雷針はもともとあったんだけど、この避雷針が錆びるようになったみたい。この避雷針とフェンスの登場によって、この徐々に細くなっていく表現、これが今まで赤系統、オレンジ系統しかできなかったんだけど、これがさ、こんな感じでできるようになっちゃったんだよね。あとプリズマリンか。いやー、これすごい進化だよ。どんどん表現の幅が増えていく。こんな感じね。面白いなー。ランタンもそれぞれつけてみようか。色味バッチリ。続いてはこちらの新アイテム。こちらは木製の棚ブロック。12種類の無機原木から作ることができます。よく見るとこの棚の縁、上下のところにそれぞれの色ごとに模様がついてるんだよね。裏の方から見るとわかりやすいかな。こんな感じで。この棚はここの溝にこんな感じで手に持ってるアイテムを収めることができます。
そしてこの棚はレッドストーン動力を加えると、先ほどあった3つの溝がなくなって1つにつながります。このレッドストーンの動力が来ている状態でこの棚にアイテムをしまうと、右側の3つ全部がいっぺんにしまうことができます。これとても便利だね。で、動力を横につなげると、3つのブロックが1つの棚に変わります。この状態だとインベントリのもの全部一括で入れられると。これは冒険とか出るときにここに冒険グッズを一式揃えて置いておけば、行ってきまーす。カチッ。これで一瞬でお出かけ準備ができちゃうね。もちろん装飾でもこの状態かこの状態か場所によって選ぶとまた表情が違っていいんじゃないかな。この棚ブロックの設置位置はトラップドアと同じ位置になります。次は実際に 1.21.9 の新ブロックを使って建築したものを見ていきましょう。いろいろ試作してると随分とメルヘンな建物になっちゃったんだけど、じゃあ何からいこうかな。アーチから見ていこうか。このアーチの終点部分、ここの部分に棚ブロックを使ってみました。この棚ブロックの特殊なこの字型になってるじゃん、棚ブロック。これがまただいぶ細かい凹凸を表現してくれるので、アーチを一段細かくしてくれてるよね。これは今までだったら、トラップドアかな。ここちょっと一回取ろうか。今までだったらトラップドアを巻きつけて、こんな感じでね、アーチを作ってた人も多いんじゃないかなと思うんだけど、棚ブロックの方がここの丸みがさらに細かくなってるね。で、足の部分には桜の木の無機原木と棚ブロックをくっつけてみました。で、この棚ブロックは無機原木で作るので、それぞれの無機原木の色と同じ色の棚ブロックが出来上がります。なので素材の無機原木を一緒に使ってあげると、ここのブロックがね、繋がって見えるよね。ちょっと面白い形のブロックに見えますね。そして、装飾に使っているのが、ピンクグレーの鎖とランタンと飛来神。このピンクグレーがね、この辺りの配色と一緒に使うと、ピンクゴールドみたいに見えるんだよね。結構ちょこちょこといろんなところにこの風化した銅系の柵だったりとか、いろんなところに使ってるんだけど、なかなか上品な雰囲気を出しているのではないでしょうか。これは銅のチェストをポストに見立てています。下は錆びた飛来神たち。次は花壇行ってみよう。花壇はね、これも今までだとトラップドアで作ってた人が多いんじゃないかなと思うんだけど、もうトラップドアの時代は終わったのかっていうぐらい棚ブロックがおしゃれすぎる。花壇一つとってもだいぶゴージャスな雰囲気に仕上がったなと思います。そしてここの窓。この窓がまたね、可愛いのよ。この窓の暗夜みたいな、このピヨって出てるやつ。これがさ、可愛いなと思って。ちょっと猫足っぽいね、この形状。で、色味ももちろんあるんだけど、この棚ブロックのポコポコを窓枠に使ったことで、かなりファンシーで姫っぽい雰囲気が倍増したなぁと。また後で別の装飾試作も紹介するんだけど、これね、色が違えばアンティークな雰囲気にも持っていけるから、窓枠にはだいぶ使いやすいなぁと思いました。じゃあ次はこの辺りを見ていこう。このタイプのね、街灯は結構どこにでも使いやすいんじゃないかなと思うんだけど、この自然なつながりがね、今までできなかったから、今までは普通の鉄格子しかなかったから、ここがね、こういう状態だったわけなんだけど、かなり装飾が幅広くなってきたよね。これらはだいぶ装飾の幅を広げてくれちゃってるね。恐ろしい。で、これがベランダですね。ベランダの足部分にも、この棚を使ってみました。このね、足に使うと猫足みたいですごい可愛いの。棚ブロック。こういう柱のちょっとしっかりさせたいところにも棚ブロックを巻きつけてみました。これも今までね、トラップドアでこんな感じでね、やられてた方は多いんじゃないでしょうか。これからは棚ブロックの時代です。で、ここのアーチは中2マスのアーチ。さっきの玄関は中3マスのアーチ。どちらのアーチも可愛く作ってくれてるね。ここの棚ブロックちゃんが。そして2階部分のベランダ。ここでも風化した銅の素材をちょこちょこいろんなところに使っています。この使ってる建材の色味から、この風化した銅の銅製品をチョイスしてみました。使う建材によってそれぞれの銅製品を選んで装飾すればいい感じになるんじゃないかなと思います。ここの窓は壁の中に埋め込んでるタイプの窓だね。これ外側にあんまりボコボコさせたくないなっていう時にソロンゴがよくやる装飾なんだけど、これまではここにトラップドアを置いて窓枠を作ってってやってたんだけどね。これはポコポコが内側に向くように設置しました。この桜の棚を使うとすごく姫っぽくなるね。模様もやっぱ可愛いし、色味も可愛いし、そして外側にもちょっとした装飾で棚ブロックを置いてみました。で、このままだと植木鉢とか飾れないので、外側にね、ぴょこっとお花を飾る台をつけてみた。そして最後、建物の屋根を見ていきましょう。
この屋根のここのてっぺん、この形状、ちょっとずつ R がかかってるの。この微妙なカーブの表現も棚ブロックならではだね。これ割と小さい建物だと思うんだけど、小さい建物でも丸っこい飾りがあるように見えるよね。そしてここに銅ゴーレムちゃんを使ってみました。バンザーイのポーズがね、結構遠くから見るとハマってるんだよね。意外とこういうところにも使えるんだなっていう発見？なかなかできた子だ。という感じで、新ブロックを使ったおしゃれ建築の紹介でした。次は小物系を紹介していきます。小物系はね、だいぶ作りすぎちゃったんだけど、さらっと紹介していきます。この辺全部窓のデザインなんだけど、棚ブロックってどういう挙動するのかなって、なんかね、いろいろこちょこちょやってたら、どんどんいろんな形がいろんな形ができちゃって。この辺の乙女な感じとかね、なかなか自分の建築ではやらないようなデザインまで生み出してしまったわけなんだけど、これはすごくオーソドックスな窓枠ですね。これは頭皮の棚ブロックなんだけど、今まで雨戸は私は全部これで作ってたから、ちょっとごつくなったかな。あとこの釘みたいなね、レホでそのままついてるのがいいなぁと、なかなか味があるなぁっていうブロックだね。そしてこれはこっち側の色違い。歪んだ棚を雨戸に使っています。洋風建築とかは結構こういう色合いの雨戸がね、使われてたりするから、これも使いやすいんじゃないかな。これはまただいぶファンシーな窓枠。これはね、ここの中にレッドストーンを仕込んでいて、ここの棚の縁をなくしています。で、その中にアメジストを飾って、ちょっとね、柱に模様が入ってる風な窓枠を意識して作りました。これもかなりの姫系な窓枠になっちゃったんだけど。やっぱりこの桜の棚ブロックを使うと、どうやっても姫になるんだろうね、きっと。この色味といい、形といい。で、ここにはサンマスアーチをつけてみて、風化した銅のランタンを置いてみました。で、ここはね、下にレッドストーンを仕込んでいて、棚の柵をなくしてフロッグライトを飾っています。フルブロックを飾るとワンポイントになるかなと思ってるんだよね。そして、こちらはダークオークの棚を使っています。ダークオークの棚をね、こちら向きと、こちら向きと置いてみたんだけど、このダークオークの棚の裏側、この裏側の模様がなかなかかっこいいなと思ったので、薄い柱が立ってるようなイメージ、かっこいい系の建築に合うんじゃないかな。そしてこれはね、オークの棚なんだけど、オークの棚は、ここのね、内側のこのくぼみ部分、このくぼみ部分がね、頭皮の色とすごく近いんだよね。なので、頭皮の素材と一緒に合わせてみました。これはなかなか、この特徴は結構面白いなと、装飾のバリエーションが出しやすいかなと思います。次はアカシア系とダークオークの棚を使って窓を作りました。あと、ここだね。銅の格子。ここにフルブロックを飾っています。この銅の格子を同系色で使うと、やっぱり馴染みがいいね。ちょっと豪華なお屋敷とかにも合うんじゃないでしょうか。こちらは歪んだ棚と歪んだ階段で2マスアーチを作ってみたんだけど、下2段は棚1枚ずつ。で、上がここが向かい合わせに使っていて、で、その上が階段ブロックだね。細かいアーチが素敵。そして窓の格子に、これは従来の鉄格子と風化した銅の格子を混ぜて使ってみました。そして桜の棚を加えたら、ファンシーな窓の出来上がり。これかわいいなぁ。どっかで使いたいなぁ。で、これ上にもあるんだけど、上はね、どんな形ができるかなっていうのをいろんなサイズで試した結果だね。これはさっきのファンシーな窓の、ここの部分がトラップドアで作ったタイプ。ちょっと装飾がうるさいなっていう時は、今まで通りトラップドアでもいいのかなって感じだね。この辺が1ブロックの窓。棚を外側に向けて使ってるから、1ブロック窓でも細かい表現ができるね。そしてこれは、窓というか扉というか、重厚な感じのドアが閉まってるイメージ。ダークオークの棚の背面を使っています。これはね、棚ブロックを使って丸を作ってみた。ちょっと楕円かな。これはおにぎり型みたいになってる。イレギュラーな窓の形もファンタジー系の建築とかでは使えるんじゃないかな。次は柱のデザイン。これまでトラップドアを使ってた場所が棚ブロックに置き換わったって感じかな。階段ブロックから棚ブロック、そしてトラップドア。このつながりも綺麗だから、ちょっと大きめの建物で重厚感のある柱を作りたいときは、この並びで作れそうだね。これは棚ブロックと看板を使ったデザイン。色味があるからシンプルな装飾でもいい感じだね。そしてこちらの柱は、先ほどの窓に使ってたデザインと同じものを使っています。で、これが頭皮×オークの棚。ここから上には頭皮がつながってるように見えるし、ここから上はオークがつながってるように見えるし、オークと頭皮の2色でいろんなデザインが作れるかなと思います。
そしてこちらはさっきのお家でも使ってた配色の柱だね。ポコッと可愛らしく、下は階段じゃなくてフルブロックを置いてみました。で、ワンポイントに真ん中にフルブロックを飾っています。次は入り口、玄関のデザイン。これもさっきのお家で使ってたデザインと同じものだね。これは内側にマスのアーチで作っています。こちらは頭皮とオークの棚とダークオークの棚を使った入り口になります。全体的には頭皮の色合いで収まってるんだけど、オークの棚を使うことで、この頭皮の柱の中に模様がちょこちょこ入ってるように見えるよね。プラスこれはダークオークの棚を背面に使っています。まあ鉄板といえば鉄板の組み合わせなんだけど、鉄板でもこんな感じでおしゃれに組むことができます。そして次、少し重厚感のある玄関だね。ゴツーっとした感じの建物が似合いそうな、そんな感じの雰囲気ですが、あれはドーゴーレムちゃんを門番みたいな感じで置いてみました。でね、これね、ドーゴーレムの頭に植木鉢が置けるのこれ。シフトをしながら頭をめがけて置いて、さらにこの上に植木鉢に向かって右クリックで、なんと頭から植物を生やすことができます。だからなんだという話なんだけど。よかったら使ってみてください。そしてシンプルだけど今までは作れなかった街灯。これは出番が多いんじゃないかなと予測している。柱にはマングローブの棚とダークオークの棚を使っています。そしてこちら、巷ではソロンゴカラーと噂されるぐらいソロンゴクラフトの代名詞になりつつあるこのターコイズとオレンジの組み合わせなんですが、ハロウィンっぽいお屋敷をイメージして作りました。これは白樺の棚を使ってるんだけど、この棚がサックのようなイメージ。この縦線が。で、上にバルコニー。このバルコニーの色を柱と合わせてみました。かわいい。これもどっかで使いたい。次は街灯を紹介します。これはね、さっきから何度か出てきてるタイプのシンプルだけどこれまで作れなかったタイプの街灯。さっきも使ってたように玄関前とか、あとはお庭とかお店の前とか、どこでも使えるかなと思うけど、これは一本ポーンと立てとくだけでだいぶいい感じになりそうだよね。この辺りは街中に使えそうな街灯をイメージしています。この銅のゴーレムちゃんをまたここに置いてみました。これ遠くから見ると合うと思うんだけど、どうだろう。この形が、星の形がね、ピタッとはまってると思うんだよね。出番が多いドーゴーレムちゃん。これはなんかテーマパークとか、お店とかかな。棚にはフルブロックとボタンを交互に飾っています。これはドーゴーレムの頭に電球が刺さっただけのタイプ。こういう使い方をしたらどう見えるのかなと思って作ってみた。これは今回の銅製品のグラデーションを意識して作った街灯ですね。上からオレンジからの下に向かってブルーに変わっていくという。上にお花が咲いてるから意外と公園とか橋の入り口とかポンって置いてあると結構目立つかも。アクセントになるかも。そしてこれが作業場とか裏庭とかそのあたりに使えそうかなと思って作った街灯です。このね、頭皮の棚のこの釘っぽい表現が武骨な感じ、素朴な感じ。なんかそういうのも表現できるのかなと思って。そしてこちらはシャンデリアのデザイン。風化した避雷針とチェーンと、ここはフロックライトを入れて、周りを桜の花で囲っています。で、その下にまた風化した銅のランタンを吊るしています。これはシャンデリアというよりは、子供部屋とか可愛らしいお部屋の装飾に合うんじゃないかな。これは竹の棚ですね。竹の棚の上に足場を置いて、チェーンで吊るしています。そしてこれがピンクとターコイズを混ぜたデザイン。次はベンチと自然装飾。内装の方でも椅子は作ってるんだけど、こちらは外に置けそうなベンチを作ってみました。正直ベンチのデザインは無数にあるかなっていう感じだね。これはジャングルの棚を背中合わせに置いて、背もたれにもジャングルの棚を使っています。すごいオーソドックスなベンチって感じ。そしてこれが竹の棚と足場を組み合わせたデザイン。植木鉢を置いても可愛いだろうし、あと壺とか置いても可愛いだろうし、物置としても使えそうだね。そしてこちらは可愛らしい雰囲気のデザイン。これは内装でも外装でもどちらにも合うんじゃないかな。可愛らしいね。そしてこのあたりが植木鉢になります。この台座系はすべての棚ブロックで作ることができるし、どれ使っても合うなと思ったので、ここでは2つしか作らなかったんだけど、こうやってね、どれを組み合わせても素敵な植木鉢になること間違いなしだね。これはちょっと豪華なプランター。これは中にアメジストの塊を飾ってるんだけど、こちらはね、下からよいしょ。こんな感じで苔ブロックのところにレバーをつけて、ここでオンにして動力を出しています。
そしてこちら、錆びた系の銅の鎖とかランタンとかが植物と組み合わせると合うんじゃないかなと思って適当に植物のアーチっぽいものを作ってみました。この色のチェーンが垂れ下がってることでかなりファンタジー色の強い森みたいなそんなイメージになるかなと思います。あ、そうだ、あと木のうねうねに使えるかなと思って頭皮の棚を幹に使っています。こういうところの細かいカーブには使えるんじゃないかな。次は外装内装小物いろいろ混ざったものを紹介します。こちらは古道具屋さんみたいなイメージでお店の中の棚を作ってみました。このあたりがそもそも棚ブロックの本来の目的だろうなと思うんだけど、こんな感じで道具屋さんに飾るとお店に商品が飾ってあるように見えるから、これはやっぱり可愛いかな。で、これがね、ベッドなんだけど、ベッドがまさかこういう風に収納されるとは、こんな綺麗に縦に並ぶんだと思って。で、これがさ、遠くから見ると、ジュースの缶に見えなくもないかなと。これは中にレッドストーンを置いて、柵をなくして、これはエンダーアイが引き出しのつまみみたいなイメージ。このあたりはさっきからちょこちょこ出てきているファンシーな装飾の派生ですね。これは鏡台を作っています。でね、ここに香水だったり、マニキュアだったり、これがパフで、これチークブラシで、これが毛抜きかな、眉バサミかな、という感じでメイク道具が置いてあります。これは隣の色違いバージョン。そしてこれが時計。もうね、こうやって猫足があるだけでめちゃくちゃおしゃれに見える。そしてアンティークにも見える。これは、ここはトラップドアでもいいかもしれない。どっちも可愛いか。そしてこれが先ほども言ってたベッドがジュースの缶に見えるということで自動販売機を作ってみました。で、これがさ、数字選ぶとこね。ピッて押して、押せないけど実際は。そしてこれがカウンターの椅子。これも全種類の椅子いけるね。ちょっと支えが迷うか？まあでも支えなんてどうにでもなるか、フェンスもあるし。そしてこれがちょっと豪華なソファーです。ベッドを組み合わせた王道のものなんだけど、このベッドにね、色味をつなげてみました。こちらからはペールオークの棚を使って白をつなげて、真ん中は桜の棚を置いてピンクをつなげてみました。そしてこのオレンジ、これはね、クッションに見立ててあるんだけど、銅のヘルメットです。これも新しく追加された防具だね。防具立てが隠れています。そしてこれがちょっと豪華な椅子とそのセットになるテーブルです。椅子の方は背もたれにそれぞれの棚の背面を使っていて、で、ここの手置きのところ、椅子で言うと手置きのところ、テーブルで言うと足のところ、ここの部分をね、色を逆に変えています。ちょっとした違いがおしゃれでしょ？そしてこれが階段のデザイン。これでシンプルだった階段もおしゃれになるんじゃないでしょうか。さて、1.21.9 の新ブロックいかがでしたか？視聴者の皆さんもぜひいろんなブロック使って建築してみてね。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。動画の高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。